みんな、ずんだもんなのだ。今日はバルト三国の一つ、とっても素敵な国、エストニアをご紹介するのだ。実はね、聞いて驚くのだ。エストニアの首都タリンでは、なんと市民ならバスや路面電車みたいな公共交通機関が全部無料で乗り放題なのだ。びっくりなのだ。今日はそんなエストニアに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。2026年ビルヤンディフォーク音楽祭第1弾出演者発表という記事なのだ。珍しい楽器や伝統楽器を演奏する国内外の素晴らしいアーティストさんがたくさん集まるとっても魅力的なフェスティバルなのだ。今からワクワクが止まらないのだ。この動画が良いなって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。それじゃあ早速一緒に見ていくのだ。北ヨーロッパのバルト海に面した美しい国エストニアをご紹介するのだ。フィンランドのすぐ南に位置し、首都は歴史的な趣と近代的な魅力が共存するタリンなのだ。人口はおよそ130万人ととても小さな国なのだよ。長らく他国の支配下にあったけれど、1991年にソ連から独立を果たしてからは民主共和制のもと急速な発展を遂げてきたのだ。特にすごいのが世界に先駆けてデジタル化を進めてきたこと。電子投票やレジデンシーなど行政サービスのほとんどがオンラインで完結する電子政府を実現しているのだ。あのスカイプが生まれたのもエストニアなのだよ。主要産業はもちろん IT、スタートアップ企業が次々と誕生し、ヨーロッパのシリコンバレーとも呼ばれているのだ。豊かな森林に囲まれた美しい自然も魅力で、サウナや歌の文化も大切にされているのだよ。現在もさらなるデジタルイノベーションを追求し、世界中から注目を集めている最先端の国、それがエストニアなのだ。一つ目のニュースなのだ。2026年ビルヤンディフォーク音楽祭第1弾出演者発表という記事なのだ。2026年ビルヤンディフォークミュージックフェスティバルからとっても素敵なニュースが届いたのだ。最初の出演者が発表されたのだ。フェスティバルのテーマはそれぞれに自身の楽器をなのだ。シェトランド諸島出身のエイミー・ローレンソンさんは受賞歴のあるスコットランドのピアニストさんなのだ。故郷の伝統が息づく音楽を演奏し、デビューアルバム「ストランズ」も高く評価されているのだ。ポーランドとウクライナのアンサンブルフレイベリーも出演するのだ。ガリツィア地方からやってくる彼らのワイルドで魅惑的な演奏はきっとみんなを引きつけるはずなのだ。そしてエストニアのドゥオルートさんが特別プロジェクトドゥオルートとして拡張編成で登場するのだ。エレキギター、エース、パーカッションを加えて彼らだけのユニークなサウンドを聴かせてくれるのだ。フェスティバルディレクターのキビベルグさんは珍しい楽器や伝統楽器を演奏するグループを探したと教えてくれたのだ。久しぶりにシェトランド諸島からのゲストを迎えられることがとっても嬉しいそうに話していたのだ。プログラムディレクターのタルもノールマーさんもフレイベリーの演奏が心に深く残っていると語っていたのだ。いろいろな国の素晴らしいアーティストさんが集まるこのフェスティバル、今からとっても楽しみなのだ。二つ目のニュースなのだ。パンクレジェンドゴゴル・ボーデロが2026年8月のタリン公演を発表という記事なのだ。ズンダモンの皆さん、大変なニュースなのだ。伝説のパンクバンドゴーゴル・ボーデロが2026年8月1日にタリンのヘリテハスでライブを行うことが決まったのだ。このバンドは1999年にニューヨークで結成されたのだ。ウクライナ出身のフロントマンユージン・ハッツが率いていて、ロマ音楽やウクライナ音楽にパンクとダブを混ぜたアコーディオンやバイオリンも使う独特な音楽性が魅力なのだ。来年2月13日には9枚目のスタジオアルバム W E Mean It Man がリリースされるのだ。ユージンさんはこのアルバムは
僕らのすべてのルーツをこれまで以上に結びつけた作品なのだ、と語っているのだ。ゴーゴル・ボーデロは、エストニアだけじゃなくて、ラトビアやリトアニアでも2026年にライブをする予定なのだ。タリン公演のチケットは、ティレティレビで先行予約ができるから、ファンのみんなは急ぐのだ。この素晴らしい機会を見逃さないでほしいのだ。エストニアは、最先端のデジタル技術と豊かな自然、文化が共存する、本当に魅力的な国なのだ。フォーク音楽祭からパンクロックのライブ、ヒット曲の投票まで、音楽イベントも盛りだくさんで、ずんだもんもワクワクするのだ。未来に向けて進化し続けるエストニアに、これからも注目なのだ。また次回の情報も楽しみにしていてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。